かな書百人一首。こんにちは、慶州です。本日は6回目の配信になります。日本の夏の花の映像も入れてお送りしています。本日お送りする百人一首は7番目、8番目、10番目を一緒にまとめて3首として書かせていただき、また前回お送りしたリクエストにお答えということで77番の歌も書いていきたいと思っております。それでは早速始めたいと思います。安倍の中丸、天の原、振り裂け見れば春日なる。三笠の山にいでしつきかも。汽船法師、我が伊予は都の辰巳しかぞ住む。よう宇治山と人は言うなり。蝉丸、これやこの行くも帰るも別れては、知るも知らぬも大阪の関。この三首をこの横の紙にした半紙に書いていきたいと思います。はい、読んでいきます。天の原、振り裂け見れば春日なる。三笠の山に
いでし月かも。我が伊予は都の辰巳しかぞ住む。よう宇治山と人は言うなり。これやこの行くも帰るも別れては、知るも知らぬも大阪の関。この3首を今回初めて1枚の紙に3首を書いてみました。どんなイメージでしょうか。ご覧いただきたいと思います。簡単に言うと右側に少しと真ん中より左側にずっとたくさん書いていると思います。高さも違うと思います。こちらの方は下の方に書かれて、いつもいい空きがすごく上の方にありますね。ですがこちらはあまり空きがなくて密集して書かれていると思いますが、ちょっと意味を持って書いてみたつもりです。ここに三笠の山にいでし月をもと書いてあるんですけど、私のイメージでは三笠の山にいでし月はそうですね、綺麗な美しいお月様でしょうか。高いところにあるようなイメージで、山の上にあるもんですから、月が上の方に輝いている、そんなイメージですね。でこちらは鹿ぞ住む、鹿ぞ住むというのでちょっと寂しい感じがするんじゃないかと思うので、ちょっと活筆も多めにしてみました。でこちらは大阪の関があるので、なかなか、渡ることのできない関だと、そんな歌だと思うので、こちらの方はちょっと厳しい感じに書いてみたつもりです。いかがでしょうか。それでは現代語訳のご説明をいたします。まずこちらの7番のお歌です。天の花のお歌ですけれども、大空を振り仰いで眺めると美しい月が出ているが、あの月はきっと故郷である春日の三笠の山に出た月と同じ月だろう。ああ、本当に恋しいことだなと歌っております。それはこちらに書かれております。次ですね、我が伊予の歌です。私の祖安は都の東南にあって、そこで静かに暮らしている。しかし世間の人たちはこの宇治の山に住んでいるのだと噂しているようだ、というふうに書かれております。はい、10番の歌です。これやこのになります。これはあの有名な東の国へ下っていく人も都へ帰る人も、ここで別れてまたここで会い、知っている人も知らない人もまたここで出会うという大阪の関なのだなという、そういうお歌になります。それでは最後になりますが、ストックインの歌、背をはやみ岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思う、このお歌を書いていきたいと思います。実はこの歌は今回初めてになりますが、私が前回お話ししたリクエストによるものです。リクエストくだされば先にお書きするというお話をしたと思うんですが、残念ながらあまりリクエストくださる方がいらっしゃらなかったんですが、今回このリクエストを受けてとても嬉しかったです。ですので思いを込めて一首だけ書かせていただこうと思います。今回は縦書きにしたいと思っております。後ほど思いについてお話しさせていただけたらと思います。それでは始めます。
以上です。読んできます。背を早み岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思うです。お歌の意味をお話したいと思います。川の流れが速いので岩にせき止められた急流が時には二つに分かれてもまた一つになるように私たちの間も後にはきっと結ばれるものと思っています。とても激しい恋歌です。実は私もこの歌に思いがあります。まだ学生時代にこの歌を知り、なんかとてもやはり魅力的に感じました。恋歌だったせいでしょうか。百人詩を大事に書いてみる、そういう課題があります。展覧会に初めて出した時のことです。その時に私は迷わずこの歌を選びました。つまり書家として初めて題字を書いた時の記念の歌になります。二つに分かれてもまた一つになるように、私たちの間も後にはきっと結ばれるものだという、その部分がとても私には嬉しかったんですね。素敵だなと思ったんです。なので今回もちょっとその歌のイメージを大事にしながら、岩という激しいものと激しい線で分かれて滝川があり、割れても末に合わんというところを一番強調して強い墨で書いてみました。激しい思いと内にある思いが表現できたらいいなと思って書いてみました。いかがでしょうか。今回落下印を押すんであれば、この辺にちょっと押してみたいかなと、そんなイメージでおります。かなというのはそうやって自分の心を表現するものだと私は思っております。今回も楽しんでいただけたでしょうか。リクエストは常時お受けしております。必ずコメントの方を見ておりますので、皆さんどうぞ、こぞってご参加いただき、リクエストをお送りくださいますようにお待ちしております。それでは以上になります。慶州でした。本日はありがとうございました。失礼いたします。